私にとって剣術は昔からの憧れでも夢でも何でもなかったんです。ただそれまで自分が生きてきて、将来どういう自分になりたいかと20代前半の頃いろいろ模索したんですが、30代になっていろんな都会に出ていろんな人付き合いの中でうまくいかなくて、それでもうかなり悩んだんですよね。そうして追い込まれた、本当にもうお金もなくて借金もして、それで困った時に剣術、武術、マーシャルアーツに関わる人に出会って、そこから本当にその瞬間から人生が変わりました。剣術というのは日本特有の武術、マーシャルアーツでありますし、刀を使った武術であります。そしてそれを学んでいくということは同時に後世に人伝いに伝わっていくものであると思いますので、それを怠ってはいけないというものは強く感じております。生きていく術が詰まっていると思います。これは私の今経験していることですが、 From my experience, YouTube 通じて by YouTube, 世界からいろんなお問い合わせが来てます。会いたい、指導を受けたいと。中でも師範クラス、師範レベルの人が日本に来て直接会って稽古して自分の国に帰って学んだことをお伝えしていきたい。それは技術的なことではなく、多くの外国人の方に言えることなんですが、その精神、スピリット、それを受けて伝えていきたいっていう思いをすごく感じておりますので、そうした部分を私にできる範囲の中で、私なりにやっているということですね。毎日が新鮮であること、経験、それで人と人とが出会って体が触れて、今日あなたとやったように剣を合わせて逆手に取ってつばぜりにやった、あの瞬間の時間感じたこと、あれがすごく大事で、初めて会った、例えば国が違っても何か技の中でお互いがコンタクト、接触することで感じ合えるものがあるんですよ。それは例えば普通に話をしているお友達、知り合いだけだったら何年もかかるようなことが、この剣術のね稽古の中には一瞬でそれがもう昔からの友人のようになれると。その瞬間の日々の積み重ねっていうのはとても大きな人と人とのつながり、縁が広がっていく、世界が広がっていくんですよね。それはね、今日一日を生きるための当然のこと、もう刀を振るってことは、もう僕にとっては、私にとっては、そうか、その自分になるために必要なものですよね。その自分になるために必要なもの、なくてはならないよね。それはもうミュージシャン、歌手に歌を歌うなっていう楽器を取り上げるみたいな、これはね、どっちもあるな。技術が先にあって後から哲学、思想が来ることもあれば、その思想があって技術がついてくることもあるので、どっちがどっちっていうのはない。でも必ずどちらかが先にあるね。それはもうトレインとか冒険とか常に頭に。Always.
頭の中でする時っていうのはどういうようにやるんですか？突然ピカンと突然もう何もない Sometimes suddenly 何も考えてなくてもパーンとくるね。それはね、なぜかっていうと常に気にしてるから。僕はね、常に何が訪れるかわからないっていう状況でやってますから、だから例えばちょっとね稽古する前に何かどっかでトラブルとかで嫌なことがあってストレス抱えてても、もうこれを着てソード刀を持っていくと風邪をひいてても忘れちゃう。でその中でもうそれはもういつものサイクルになってるね。それでこの服を着て刀を持って、まあ情の時もありますが、何かをやると必ず何かの気づき来るんですよ、パーッと。でそうした時に今までモヤモヤしてたものはもうそこにはいない。個人的に先生にとって自分がやってきた中で、はい、それはそうですね、一人になった時ですね、武術を始めて3年目ぐらいの時に、周りとちょっとうまく合わなくて、人と合わなくて、そこの会を離れて完全に一人になった時の日々の一人稽古、それが今に生きてると思います。時間が止まるような感覚、バスケの有名な選手とか F1 の有名な選手がそういうことを言うんですけど、時間が止まったような感覚ってありますか？時間が止まったような感覚というよりは、僕の場合は自分の予想以上に体が動ける時、その思いだけでそれがパッとできてしまう時、思ったことができてしまう時、瞬間的にそういうことはあります。It's not time stopping, but he says the time he can move what he doesn't expect it. His body moves by itself. どうやってやったかは自分でよくわからない。He cannot find how he did it, but the body moves first. He doesn't expect it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.